こちらもステータスですね。体力、スタミナ、重量、近接攻撃が5レベル分ですね。あらかじめテイムされたレベルとして加算されます。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークチュートリアル最強への道の補足といたしまして、変異源について徹底解説させていただきます。自分も完全にですね、失念していたんですが、リクエストいただきまして、答えさせていただこうかと思いまして、今回撮っております。もちろん、最強への道としてですね、厳選して強化していく上でもですね、あと、ブリーディングができない生物たちに関しても強化できる重要なものとなっておりますので、よろしくお願いいたします。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず変異源とは何かというところなんですが、こちらですね。忌まわしき変異性の性質を持った希少物質。正しく使えば恐竜のステータスをブーストできる。またロックウェルの聖域にも侵入できるって書いてるんですが、用途として4つあります。まずは変異ゲルという似たようなものがもう一つあるんですけども、それを化学作業台で作れるというものですね。2つ目がボイドワーム、テイムに使うアイテムになってます。3つ目がボス戦ですね。ジェニシス2のボス戦の貢ぎ物になってます。4つ目がここに書いている恐竜のステータスをブーストできるという部分になります。本日は主にこの恐竜ステータスのブーストについて詳しくご紹介していきます。アイテムとして入手できる部分としては2種類あるんですが、基本的にはジェニシス2で入手するというものになってます。で、入手方法2つあるんですが、1つがこの化学作業台。こちらに変異源ですね。この生成できる部分があります。さっき言ってた変異ゲルの生成に変異源を4つ使うっていうのもあるんですけど、こちら800個ですね、変異ゲルを集めていただきます。変異ゲルはこれもジェネシス2で手に入るもので、一応簡単にだけご案内しますと、こちらですね、ロックウェルの洞窟の最深部、ターミナルがあるところの下にですね、落ちてます。を拾うっていう形ですね。で、もう一つがジェネシス2の宇宙エリア。資源が取れるものが切り替わるんですが、一応黒真珠の時でも手に入るらしいんですけども、基本的にはアンバーグリスが手に入る宇宙の時にアンバーグリスと一緒に手に入ります。で、こちらを800個貯めていただくと、1個できるわけではなくて、作成すると6個できます。800個が6個になります。こちらの変異ゲルに関しては、変異源が4つで408個できます。この8個って何なんでしょうね。比率的には完全にこっちに変えることは損にはなるので、基本的にはどうしても必要な時ですね。テックストライダーのテイムに使うので、そういった時にどうしても数が足らないとかの時に使うぐらいになるかと思います。もう一つが変異源の玉っていうのがありまして、ジェネシスに出てきます。ではですね、場所なんですが、マップの左側の真ん中のあたり、このセンターのでかいところですね。ロックウェルの触手が巻きついた場所。マップ的にはこんな感じ。このちょっと下側ですね。ここに入り口があります。座標的にはこんな感じ。ちょうどど真ん中っていう感じですね。ここを入っていくと。この辺に切り替えポイントがあるので、ここから洞窟になってます。こ
ここからちょっと探すことになるんで、見つかるところまでカット。ではですね、これが実際にロックウェル洞窟にいる時の変異源の玉。拾うと、こういう形で変異源とプラント R が1個ずつ取れます。で、そこからですね、しばらくサモナのウェブが始まるので、実際のところであれば、取って速攻で逃げるっていうのが現実的になります。手に入れたら速攻で逃げましょう。リスポーンに関して、公式では8時間に1回。非公式とシングルプレイに関しては1時間に1回リスポーンします。あと、ロックウェルのボス戦をクリアすると、リスポーンの期間が 20% 短縮されます。ジェネ2のミッションクリアの報酬としてですね。ここにもあった。今は解説用にこういう形でクリエイティブモードで破壊してますが、拾うと。拾うとサモナーが出てきて、ウェブが始まるという感じですね。だいたい3つぐらいが手に入るものになります。一応光ってるんで、暗いこういうところでは見つけやすいとは思うんですけども、結構変異源だけを探すっていうのも難しいところですね。若干サモナーの光も邪魔なんですけどね。なかなか通常でやってるとサモナーを破壊するのも現実的ではないので難しいところですね。で、3つですね。変異源が手に入ったよというものになってます。以上です。という感じでした。一応おさらいとして、まずロックウェル洞窟に入って探すというところですね。一応映像的にちょっと出てこなかったんですが、右下にですね、変異源がある場合に関しては、バフのような形でマークが出てくるので、そこに関して目印にしていただくのがベストです。公式では8時間に1回、公式あとシングルプレイでは1時間に1回リスポーンします。最終戦ですね。ボス戦クリアすると、ジェネ2でサーバーにバフがかかりまして、リスポーンの時間短縮ですね。が 20% 減少されます。続いて使用方法になるんですが、ここに関してはテイムとかの部分はですね、またボイドワームのお話の時にさせていただきます。生物の強化に関してなんですが、まず使用方法としてインベントリーに入れていただくとすると、こちらですね、緑の部分で今100個入ってるんで100オブってなってますが、87個使うよっていうのが出てます。で、これは生物によって変わってきます。必要数は後ほどご案内させていただきます。利用に関してですね、こちらで必要数が入っている状態で E ボタンを押します。すると、こういう青く光って強化されます。で、今見ていただいた通り、ステータスとしてレベルが20上がりました。こちらもステータスですね。体力、スタミナ、重量、近接攻撃が5レベル分ですね。あらかじめテイムされたレベルとして加算されます。合計20が増えるということになります。で、ここで重要なのが、あらかじめテイムされたレベルとしてというところなんですが、以前ですね、お伝えしていたブリードに関してなんですが、引き継がれるステータスは、テイムしたてのタイミングですね。レベルアップとかそういったところを抜きにしたテイム完了した地点でのステータスを引き継ぐというお話をしていたと思うんですが、この変異源の強化に関しては、テイムをしたてのレベルとして上がるので、テイムして最大ボーナスでテイム上げて、さらに強化ができるというものになってます。完全に最強で作る場合、厳選した後にこの変異源を与えて、さらに強化した上でステータスを合わせていくという形を取っていただくのが最大効率として強くなれるというものになっています。もちろん最大の強さ自体はですね、レベルももちろん上がっているので変わりはないんですが、変異を積み重ねる上での効率的な部分で上がるというものになります。使えるのは1回のみになります。で、使ったことがあるものはこの名前の横にこういう形ですね、黄色いマークがつきます。あとですね、この合わせた時に出てくる顔の横に黄色い丸がつくようになってます。
割と知られてない可能性もあるんですが、こちらはブリードをした後の恐竜になってます。という形ですね。ここに関しても変異源使えまして、これを使うと、見ていただいた通り、レベルが4つ上がります。で、先ほどと同じように体力、スタミナ、重量、近接攻撃がレベル1つ分ずつ上がります。合計レベル4つ上がるというところですね。上がる量はもちろん多くないんですが、プラスできるというものになっています。こちらも色として変わって、黄緑色になります。マークとしてですね。これがつくのは同じ状態になってます。この状態ですね。ただし、大きな違いが一つだけあります。これに関してなんですが、このブリードした後の変異源の強化に関しては、その恐竜に対してはステータスは上がるんですが、ブリードをした後の生まれたてのステータスっていうわけではないので、要するに子供には引き継がれません。これが野生児の恐竜に利用した時との違いですね。で、もちろん個数使うので、効果的に業態効果としてあるかって言われると、おそらくないです。ただ、最終形としてですね、強化した時にどうなるかというところと、ちょっと試せてないんですが、この変異源の強化レベル4つ上がった状態で450超えても多分恐竜消えるんだろうなっていうところがあるんで、あんまり利用用途としてはないかもしれません。ただ、一応強化はできるよというお話ですね。ボス戦行く前とかで、そのマックス行ってないような時とかに変異源が余ってるんであれば、使ってもいいかもしれません。あまり余ってることないかもしれないんですけど、結構集めるの大変なんで、一応プチ情報というところですね。で、もちろん効果的なのが、ブリードできる恐竜ですね。変異させれる恐竜に関しては、最終的に強くなってしまえば一緒なんですね。変異源使わなくても。ただ、ブリードができないタイプのものですね。グリフィンであったり、バジリスクであったり、続けてブリードができないリーパーに関しては、やはり今の効果が重要になってきます。で、リーパーなんですが、これで変異源を今225ですね。伝えると、リーパーなんですが、一応妊娠してブリードしたような状態にはなるんですけども、黄色マークですね。レベルが20上がります。こういった形でブリードできない恐竜でも強化することができるようになります。レベル20個分ですね。以上です。では、コストについてですね。まず、変異源の必要量に関しては、種族のみに依存しまして、レベルであったり、あとテイムとブリーディングの状況などには依存しません。なので、種族としてどういった状況であっても、例えば、ギガントサウルスであれば99個。これは変わりがないものというものになります。たとえレベルが1だったとしても、150だったりしても、もちろんテイム後ですね。テイムボーナスで増えた数100いくつになったとしても、ブリードされていろいろ変異を重ねて400いくつになったとしても、必要数としては99っていうのは変わらないということになります。こちらが一応現状に対しての各恐竜ですね。の必要数というところになっています。一応ここ必要数で資料上入ってたので入れてるんですけど、この辺に関しては微妙なライン、インベントリー、開けなかったりとか、微妙な生物のところですね。魚とかになってくるんで、数的にもどっちかというと現実的でないもの、使えないものという部分ですかね。で、もちろんタイタンであったりとか、あと乗り物系ですね。一応生物扱いですが、テイムしてインベントリーを開けない生物に関しても使用することはできません。一応そういう仕様になってます。で、主に必要数としてはこういった形ですね。資料を作っててちょっと面白かったので、補足というわけではないんですが、余談というところに近いかもしれないんですけど、これ必要数で並べ替えたものになるんですが、ここに関してなんですけども、この辺はわかりますね。
割と光系とかは少なく済むというところ。若干コンプソグナトゥスの方が上なんだっていうところもあるんですけど、結構見ててですね、生物に関して必要数っていうのが重要度とはイコールでもないっていうところですね。結構びっくりしたのがいくつかありまして、そこだけ簡単にだけお話ししておこうかなと思います。フェロックス大になったらちょっと減るっていうのもあるんですけど、まずラベジャーですね。結構使われる部分ではあるんですけど、割と低いタイプですね。26個で済むというところですね。デイノニクスも24個になるんで、この辺結構楽ですよね。あとですね、ステゴサウルスくんも30個。ステゴサウルス結構 PVP とかでも弾よけとかに使われるタイプなんで、結構少なくで済むんだなというところですね。で、ベロナサウルスくんに関しても、33個で結構低い方の部分で済むんだっていう。結構初期よりはだいぶ能力的には落とされてるので、今結構微妙なランクになってるとは思うんですけど、それでも結構リードされるタイプのものではあるので、結構いいですね。同で使われるブラッドストーカーくんも36個で済むというところですね。メガロケロスより少ないですからね。ガリミムスより少ないですからね。ブラッドストーカー。ベロナくんもそうですけど。結構見てると面白くてですね、カイルクペンギン42個いりますからね。プレシオくんも結構43で低い方ですよね。ランクル君44。雪フクロウもこの46のラインにいるんですよね。フィオミアより少ないですからね。結構面白いんですけど、そうなんだみたいな数の個数で。テラコレオ51なんですけど、ダイヤウルフ58なんで。この系としては多分使い勝手、サイズがダイヤウルフの方が小さいんで、洞窟探検入れるとこ多いとは思うんですけど、テラコレオくんも洞窟探検とかかなり重要な恐竜になってくると思うんですけど、少ないと。オビラプトルくん60っていうね、クチオルニスくん66個って結構使うっていうところですね。アストロフェルフィスが67個で結構少ないんだっていうと。この辺は少ないというか普通のラインにはなってくると思うんですけど、スピノも67というところで、アルゲンタビス68、グリフィン6。グリフィンはね、結構ブリードができないので重要になってくると思うんですけど、フリカマイマイ69ですからね。アルゲンタビスとかグリフィンより上ですからね。1個ですけど、バシロとかバジリスクはね、多くてもいいんですけど、羊79使いますからね。で、びっくりしたのが、プテラノドン。後継として、雪フクロウであったり、アルゲン、グリフィンより上ですからね。79ですからね。数を使うっていう、なかなか面白い、びっくりする部分ですね。ワイバン系は同じというところで、クリスタルワイバンの方がちょっとだけ多いっていうところをね、ワウソも84っていうね、ルエディとかと一緒です。でティラノサウルスが87というところですね。トテウティス君も87、モサが88と、6エレも80。6エレもブリードできないタイプなんで、結構重要ですね。ウンコロが90使いますからね。使う人いるのだろうか。アンキロ君だけ93でめっちゃ高いんですよね。ルエディ君よりもかなり高い数値で、リーパーと一緒ですからね。使う恐竜なんで確かにっていうところもなくはないですけどね。こんな感じですね。あとは90代に入ってくればもう必須恐竜のようなものたちばっかりなんで、ここに比べて割とアストロデルフィス君が少なく済むんだなっていうところですね。ティラノが90代に入らず80代で収まっているところがありますね。結構数で面白かったので、ちょっと余談ですが、ご紹介させていただきました。また、YouTube でですね、こちら表にしたものですね、投稿しておきますので、よければそちらでご覧ください。画像だとちょっと見にくいと思うので、どうしてもちょっと数があるんで、文字的には小さくなってしまったんで、こういったご紹介にさせていただきます。一応注意点としてですね、バグ情報というか、尾行というかというところなんですが、3つあります。1つが、シングルプレイ、ローカルプレイしている場合にですね、キャッシュの下の方にですね、先ほどの変異源の弾が生成されるという時があるようです。なんで、マークが出てるけれども、どうしても見つからないっていうところになり得ることがあるようです。変異源の弾がデスポーンした場合ですね、これ公式を含めてだと思うんですが、情報が更新されずにですね、変異源のバフのマークですね、近くにあるよっていうマークが
出たままになる場合があるようです。一応入り直したら更新されるみたいなんですけども、途中でデスポンした場合はついたままになってるようなんで、そういったことがあり得るようです。あと、変異源適用した後ですね、に関して気絶値が更新されないようなので、一旦ポットに入れて出していただければ更新されます。以上3点が一応調べた限りのバグ情報です。あと、ちなみにですね、変異源なんですが、捨てていただくと、こういった形で、玉の形で出てきます。ただし、そのまま置いてたら、2分で消滅します。普通に捨てたのと同じ扱いにはなるんで、ただ見た目が変異源の玉になるというところですね。はい。では、いかがでしたでしょうか？各チュートリアル、最強への道の補足という部分でもあるんですが、変異源についての解説となりました。実際ですね、最終的に変異を重ねる上で、強くなるステータス450の上限があるので、そこまで行くと結果一緒ではあるんですけども、やはり厳選してステータスに関してさらに5レベル分ですね、強化できるっていうのはやはり大きなところになってくるので、しかも上がる体力、スタミナ、重量、攻撃力というどの恐竜ですね、どの運用に関してもどれかしら必要な求めているステータスっていうところでプラス5されるものになるので、かなり有用的に利用ができるという部分になります。特にリーパーとかですね、普通に野生の扱いで20上がることになるんで、結構大きいですね。必要数ちょっと集めるのがやはり大変なので、いろいろ厳選はしていかないといけないと思うんですが、コストの面で見ていただいた通り、微妙にですね、便利性と個数がイコールでない部分とかもあったりするので、ギフクロとかですね、結構少なめにできるやつとかで使うもよし、やはりレックスは優先的に使いたいところではあると思うんですけども、ギガに関しても99個必要にはなるんですが、貯めたいところではありますね。実際ジェネツで中うろちょろして見つけても3つとかになるんで、現実的にいくと変異ゲルを宇宙で集めて生成するのが一番現実的な集め方かと思われます。どちらにせよしばらくジェネツにこもらないとですね、なかなか貯めづらいものにはなってくるかと思います。では本日は以上となります。普段こういった形でトラップであったり建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。